皆さん、こんにちは。いよいよ2026年、F1 は次世代パワーユニットと新チーム、キャデラックの参入で、かつてない熱狂に包まれています。今回は、2025年の激戦を勝ち抜いたチーム順に、グリッドに並ぶ22名のヒーローたちを徹底紹介。レース中の勇姿はもちろん、彼らの意外な趣味や素顔まで、一挙にお届けします。あなたの推しの知られざる一面が見つかるかもしれません。マクラーレン、ランドノリス。2025年最終戦までもつれたマックスとの激闘をわずか2点差で制し、悲願の初タイトルを獲得したマクラーレンの若きエース。2026年は王者としてマシンにナンバーワンを掲げて戦います。彼の魅力はその圧倒的な親しみやすさ。自身のブランドクアドラントを率いるトップゲーマーであり、オフの時間はシムレースに没頭。さらに最近はかつての相棒サインズに影響されたゴルフへの依存度が限界突破しています。ハンデ8の腕前を持ち、レースと同じくらい完璧なショットを追求してしまうと語るほど、2025年の戴冠式では泣かないと思っていたのに大号泣してしまったと明かすなど、クールな走りと人間味あふれる素顔のギャップが世界中のファンを虜にする愛されるチャンピオンです。オスカー・ピアストリ。どんな極限状態でも無線で声が震えない新時代のアイスマン。2025年は王者ランドノリスの最強の相棒としてマクラーレンのコンストラクターズ連覇に決定的な貢献を果たしました。彼の魅力はその静かなるユーモアにあります。端正なルックスと論理的な話し方からは想像もつかないほど、 SNS ではシュールで毒のあるジョークを連発。またファンの間で欠かせないのがお母さんのニコルさんによる SNS での公開教育です。世界が注目するトップドライバーの息子を一般の母親と同じようにいじり倒すニコルさんの投稿は、もはやマクラーレンの公式情報と同じくらい注目されるコンテンツ。そんなアットホームな背景とコース上での冷徹な走りのギャップが彼の底知れない魅力となっています。メルセデス、ジョージ・ラッセル。ハミルトン亡き後のメルセデスを背負って立つ若き大黒柱。彼は自他共に認める完璧主義者。15歳の時に自分がどれだけ優秀かを証明するために自作のパワーポイントでメルセデス代表にプレゼンを行ったという伝説を持ち、今でもパドックでは親しみを込めてパワーポイント男と呼ばれています。以前はエリートの優等生というイメージが強かった彼ですが、最近は素の自分をさらけ出すようになり、特に表彰台で見せる全力の笑顔は彼のトレードマークになりました。実はチームメイトやスタッフを笑わせるのが大好きなムードメーカーでもあります。常にシャツのアイロンがバッチリ決まっているような清潔感とコース上での熱い走りのギャップが多くの女性ファンや子供たちからも支持される理由です。アンドレア・キミアントネッティ。イタリアが30年以上待ち望んだ真の天才。2025年にハミルトンの後継者として18歳でデビューし、2026年はさらなる進化が期待される19歳の神童です。プレッシャーのかかる名門メルセデスのシートにいながら、素顔は家族が大好きなイタリアの少年。レースウィーク以外は地元イタリアで家族や友人と過ごす時間を何より大切にしており、その純粋なキャラクターはチーム代表のトトボルフからも息子のように可愛がられています。また彼はデジタルネイティブ世代の怪物。幼少期からシムレースで反射神経を鍛え上げ、実車に乗る前から世界のトップランカーと競い合ってきました。コース上での物おじしない度胸とパドックで見せるあどけない笑顔、そのギャップがかつてのルイスやマックスの再来を感じさせ、世界中のファンを熱狂させています。レッドブル、マックス・フェルスタッペン。2025年マクラーレンのノリスとの死闘の末、惜しくも連覇が4で止まりランキング2位となった絶対王者。しかし王座を明け渡したことで彼の勝利への渇望はかつてないほどに燃え上がっています。レースが終われば愛猫のジミーとサッシャが待つ自宅へ即帰宅。そこからが彼の第2の仕事の始まりです。 e スポーツチームレッドラインの活動にはプロ以上の情熱を注ぎ、24時間耐久レースをオンラインで戦い抜くなど、まさに寝ても覚めても運転を愛する熱からのレース狂。2026年雪辱を誓う彼はシムレースで培った圧倒的な集中力を武器に再び頂点へ返り咲く準備を整えています。冷徹なまでの速さと家では猫にメロメロな素顔、そのギャップが破れてなお彼を最強の存在としています。アイザック・ハジャー。2026年王者マックスの新たな相棒に抜擢されたフランスの新星。彼の代名詞といえば小柄な体格からは想像もつかないほど激しく情熱的な無線。
ミスや不利な状況に対して感情を爆発させる姿は、かつての若き日のマックスを彷彿とさせると、チーム内でも一目置かれています。しかし、マシンを一歩降りれば、その素顔は非常に穏やか。実は大の親日家で、2025年のオフには、日本を車で縦断するロードトリップを楽しんだほど、日本語を勉強していたり、日本でのリラックスした時間を大切にするなど、レース中の狂犬のような姿とのギャップが、エンジニアやファンから愛される理由です。ボクシングで鍛えたメンタリティと日本でリフレッシュした精神力を武器に最強のチームメイトに挑む彼の挑戦から目が離せません。フェラーリ、シャルル・ルクレール。フェラーリの象徴であり、モナコが生んだ手法。彼は F1 界きってのクリエイターでもあり、趣味のピアノはプロ級。自身のレース体験を曲にした楽曲を Apple Music などで配信しており、2025年も優勝を記念した新曲を発表するなど、音楽を通じて自身の情熱を表現し続けています。また、パドックの話題を独占しているのが彼の愛犬、ミニチュアダックスフンドのレオ専用の顔写真付きビッグパドックパスを作成し、一緒に世界中を転戦するほどの溺愛ぶりです。時々パドックの真ん中でレオが粗相を押してしまい、シャルルが慌てて片付けるという微笑ましくもお茶目な一面も、ピアノを奏でる繊細な指先で真っ赤な羽馬を巧みに操る姿はまさに現代のプリンスそのものです。ルイス・ハミルトン、ついに赤いスーツをまとい、フェラーリで8度目の王座を狙う生ける伝説。パドックをランメインに変えてしまうファッションアイコンとしての華やかさの一方で、私生活ではビーガンの食生活を徹底するなどストイックなアスリートの鏡です。長年彼の傍らには愛犬ロスコーの姿がありましたが、2025年9月多くのファンに惜しまれつつロスコーは天国へと旅立ちました。ハミルトンは人生で最高の決断はロスコーを家族に迎えたことだったと語り、今もその絆を大切にしています。環境問題や社会貢献にも並々ならぬ情熱を注ぎ、常に変化を恐れず進化し続ける41歳のレジェンド。最愛の相棒との別れを乗り越え、フェラーリと共に新たな歴史を刻もうとする彼の姿は世界中の人々に勇気を与えています。ウィリアムズ、アレクサンダー・アルゴン。ウィリアムズの絶対的エースであり、パドック一のナイスガイ。タイ出身の彼は F1 界きっての動物愛好家。実家には猫12匹、犬1匹、さらに馬2匹というもはや動物園状態の大家族が待っています。自身のヘルメットにそのペットたち全員をデザインするほどで、彼にとって動物たちは勝利を分かち合う家族そのものです。そんな穏やかな彼ですが、食の好みは超ハード。誰よりも激辛に強いという特技を持ち、激辛唐辛子をたっぷり使った本場のタイ料理を平然と食べこなします。チームメイトが辛さで悶絶する横で涼しい顔をして食事を楽しむ姿はもはやパドックの名物。2026年新時代のマシンを操る彼は、この癒しの動物愛と激辛メンタリティを武器に名門ウィリアムズをさらなる高みへと導きます。カルロス・サインツ、緻密な戦略と冷静な判断力で勝利をつかむスムーズオペレーター。彼の凄さは F1 マシンのセットアップだけでなく、あらゆるスポーツに全力を注ぐ情熱にあります。特にゴルフはプロ級の腕前。オフの日には伝説的ラリードライバーである父サインツシニアとどっちが先にカップインするかで子供のように熱い勝負を繰り広げています。そんなストイックな彼ですが、レースが終われば世界一のバーガーラバーに早変わり。過酷な食事制限を乗り越えた後のチートデイに肉厚なハンバーガーを思いっきり頬張る瞬間が彼にとって最高の至福の時。2026年チームでもその分析力とバーガー愛を武器に誰よりもスムーズな走りを見せてくれるはずです。レーシングブルズ、リアム・ローソン。苦労の末に名門レッドブルグループのシートをつかみ取ったニュージーランドの記号。彼の魅力はトップドライバーになっても変わらない徹底した謙虚さです。資金難から実家を売却してまで自分の夢を支えてくれた両親への感謝を胸に、常にメカニックやスタッフを敬う姿勢はチームの結束力を高める大きな要因となっています。プライベートではきらびやかなパーティーよりも静かな時間を好む素朴な青年。趣味はギターの演奏で、故郷ニュージーランドの豊かな自然の中で音楽を楽しみながらリフレッシュするのが彼のスタイルです。派手さはありませんが、その誠実な人柄と粘り強い走りが多くのエンジニアやファンの心を動かしています。アービット・リンドブラッド。2026年唯一の新人としてデビューした18歳の超新星。彼はまさに理系の怪物。難関の学力試験で最高評価を受けるほどの数学の才能を持ち、
その論理的な思考はレース戦略の理解にも生かされています。一方で素顔は自身のルーツであるインド文化を愛する心優しい青年。素顔は自身のルーツであるインド文化を大切にする心優しい青年。インタビューではおばあちゃんから教わったインド料理が好物だと語るなど、家族思いな一面も。デジタルネイティブ世代らしい等身大のキャラクターが新しいファン層から支持されています。ヘルムット・マルコが18歳の体に25歳の頭脳をと評した冷静さと家族を大切にする温かい素顔、そのギャップが彼の最大の魅力です。アストン・マーティン。フェルナンド・アロンソ。40代にしてなおグリッド上で最も恐れられる現役の伝説。年齢を感じさせない驚異的な体力を誇り、 SNS で公開されるストイックすぎるトレーニング風景は若手ドライバーたちへの無言の圧力となっているほど、まさに F1 界の鉄人です。かつては孤高の天才と呼ばれた彼ですが、最近はマネジメント会社を設立し、次世代のスターを育てるパドックの良きおじさんとしても知られています。教え子の活躍を自分のことのように喜ぶ姿は長年のファンを驚かせました。精神的な支柱は背中に刻んだ兜のタトゥーに象徴される日本の侍精神。誰よりも激しく戦い、誰よりもレースを愛する。2026年ホンダとの再会を前にますます意気盛んな永遠の挑戦者です。ランス・ストロール。パドックで最もミステリアスな雰囲気を漂わせるカナダ出身の実力派。メディアの前では無口でクールな彼ですが、実はパドック屈指の多彩なアスリート。テニスの腕前はプロ級で、スキーやマウンテンバイクもトップクラス。さらにあまり知られていないのが彼の映画愛。感性を刺激する名作を愛する映画通であり、実は誰よりも繊細な心を持つ表現者でもあります。以前はお坊ちゃんという偏見にさらされることもありましたが、2023年の両手首骨折を乗り越えての激走以来、その静かなる情熱は誰もが認めるものとなりました。親しい友人の前で見せるひょうきんで温かい素顔、そのギャップを知れば知るほど彼の魅力に引き込まれるファンが急増中です。ハース。エステバン・オコン。ハースに新天地を求めたフランスの情熱家。彼のキャリアはまさに雑草魂の象徴です。幼少期、家を売ってまで夢を支えてくれた両親と共にキャラバンで寝泊まりしながらレースを続けた苦労人。その体験があるからこそ彼はどんなに厳しいバトルでも決して引かない強さを持っています。そんな彼の心の支えは大好きなスパイダーマン。ヘルメットにデザインを取り入れるだけでなく、実はマーベル映画の新作公開を指折り数えて待つようなピュアな少年の心を持ち続けています。またオフの日はプロ級のラジコンカーに没頭。自分でマシンを整備し最高速を追求する姿はまさに走るために生まれてきた男。苦難を乗り越えてきた強さと趣味に全力な愛らしさ。2026年ハースと共に新たなヒーロー物語を紡ぐ彼の走りに注目です。オリバー・ベアマン。フェラーリが生んだ英国機体の若き天才。彼の魅力はどんな大舞台でも物おじしない度胸と驚くほどの謙虚さにあります。18歳で名門フェラーリからデビューした際も称賛の嵐に溺れることなく、真っ先にチームスタッフへの感謝を口にした姿はまさにパドックの優等生そのもの。私生活では大のサッカー好きとしても知られ、自らプレーするだけでなく憧れのアイコンとしてリオネル・メッシを挙げるほどの熱狂ぶり。また甘いものが大好きで自分へのご褒美にピザやバニラケーキを心待ちにするなど10代らしい一面も持っています。2026年ハースの主力としてさらなる成長を遂げる彼の笑顔は今日もパドックに明るいエネルギーを届けています。アウディ。ニコ・ヒュルケンベルグ。職人芸の域に達した走りと冷静沈着な判断力を持つヒュルク。2026年ドイツが世界に誇るアウディの威信をかけたプロジェクトのリーダーに指名された彼はまさに開発のプロフェッショナル。エンジニアもうなる的確なフィードバックと時折見せるドライでシニカルなドイツ流ユーモアでチームをピリリと引き締めます。そんな彼の活力源はパドックの自室で自ら入れるこだわりのエスプレッソ。大のコーヒー通として知られ、最高の一杯を楽しむひとときが時速 300km の世界に挑む前の集中力を研ぎ澄ませます。苦節十数年、ついに手にしたメーカー系ワークスチームのシート、至福の一杯を相棒に熟練の職人が新たな歴史を刻む姿に注目です。ガブリエル・ボルトレート。アイルトン・セナ、フェリペ・マッサの系譜を継ぐブラジル待望の新星。彼はあのフェルナンド・アロンソがその才能に惚れ込み自らマネジメントを買って出た最強の愛弟子です。普段は非常に穏やかで
誰に対してもフレンドリーな好青年ですが、いざバイザーを下ろせば表変。師匠譲りの粘り強さとラテンの血が騒ぐようなアグレッシブなオーバーテイクで観客を魅了します。心身を整える秘訣は、故郷ブラジルの海で楽しむサーフィン。波と一体になることで培われた集中力とバランス感覚は、過酷な F1 の舞台でも彼の大きな武器となっています。2026年、ベテランのヒュルケンベルグと共にアウディの未来を切り開くブラジルの新たな太陽です。アルピーヌ、ピエール・ガスリー。フランスが生んだパドック屈指のおしゃれ番長。彼のサッカー愛はもはや趣味の域を超えています。憧れのジダンと同じナンバー10を背負う彼は、2024年にフランスのサッカークラブ FC ベルサイユの共同オーナーに就任。 F1 ドライバーでありながらクラブ経営も行う異色の顔を持っています。またファッションへのこだわりも凄まじく、パリのファッションウィークではモデルとしてランウェイに登場することもしばしば。パドックを歩く姿はまるで雑誌の表紙から飛び出してきたかのようです。そんな華やかな彼ですが、実は5人兄弟の末っ子で、家族や友人を何より大切にする情に熱いナイスガイ。親友との別れを乗り越え、母国のチームアルピーヌと共に不屈の精神でトップを目指し続ける熱い魂の持ち主です。フランコ・コラピント。2026年、アルピーヌのシートをつかみ取ったアルゼンチンの若き英雄。彼の代名詞といえば、一度話し出したら止まらない超絶マシンガントーク。陽気で人懐っこいキャラクターは、一瞬でパドックの全員を味方につけてしまう不思議な魅力を持っています。私生活ではどこへ行くにもアルゼンチン伝統のマテ茶を欠かさない自国文化への愛が強い青年。ピザやアサード、 BBQ へのこだわりも並々ならぬものがあり、食べ物の話をさせればエンジニアもタジタジになるほどの熱弁を振るいます。師匠であるアロンソからもその才能を認められ、2026年はガスリーとの多趣味コンビでチームを盛り立てます。コース上でのラテンらしい熱い走りとパドックを笑顔にする明るいキャラクターが、新生アルピーヌに新しい風を吹き込んでいます。キャデラック、バルテリ・ボッタス。2026年、新チームキャデラックのリーダーとしてグリッドに帰ってきた F1 界最強の自由人。彼の代名詞は何といってもその飾らないライフスタイル。自身の端正なお尻をモデルにしたチャリティカレンダーで世界を驚かせ、メンタルヘルスの啓発に貢献。フィンランド人らしくサウナとコーヒーをこよなく愛し、パドックでも自身のブランドの豆を自ら入れるこだわり派です。さらにオフの日は自転車競技に情熱を注ぎ、プロ級の大会で上位に食い込むほどの脚力を持つ二刀流アスリートでもあります。ストイックな F1 の世界であえて自分を解放し、人生を楽しむことで速さを引き出す独自のスタイル。2026年、ベテランの余裕と鋭い走りを武器に新生チームを牽引する彼の姿は、全ドライバーが密かに憧れる理想の生き方そのものです。セルジオ・ペレス。メキシコが世界に誇る英雄。2026年、新チームキャデラックの柱として不屈の闘志とともにグリッドへ帰還しました。彼の原動力は何よりも大切にしている家族の存在。4人の子供のパパとして、どんなに厳しい逆境でも諦めないその粘り強い走りは、大切な人を守り抜く父の強さそのものです。またパドックにメキシコの温かな風を送り込むのも彼の役割。彼が持ち込む本場のタコスパーティは、殺伐としたパドックの空気を一瞬で和ませ、チームスタッフの胃袋と心を掴んで離しません。ベテランらしい巧みなタイヤさばきと母国と家族の誇りを胸に戦う情熱。2026年、新生チームとともにチェコの第2章が今華やかに幕を開けます。全11チーム22名の紹介いかがでしたか？王座を守るノリス、フェラーリにかけるハミルトン、そして新勢力キャデラック。2026年の F1 はこれまで以上にカラフルでドラマチックなシーズンになりそうです。あなたが一番期待しているドライバーは誰ですか？ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。